何をやっても膝の痛みで悩んでる生徒の皆さん、実は膝がよじれているかもしれません。膝がねじれて痛いからって、こうやって膝を伸ばして太ももを鍛えたり、痛いところを揉んだりしていないでしょうね。これ、ほんま飽きません。そして危険です。1日片足3回、たった30秒。めちゃめちゃ簡単じゃないですか。これをすると足首の柔軟性がめちゃめちゃ上がります。そしてジャンプ力まで上がっちゃいます。こんにちは、セルフケア教室ののぶです。実は相撲をやって体がボロボロで膝の手術までしてしまいました。その相撲人生では膝の手術の影響で腰のヘルニアにもなり、歩けなくなることもなり引退しました。そのボロボロでどん底の体から復活してきたセルフケアの方法。この方法はダイエットやアンチエイジング、スポーツのパフォーマンスアップまで兼ね備えていますので、合わせてお伝えしていきますね。今回は日本人に起こりやすい膝痛を引き起こす膝のねじれを解消する足首のポイントをお伝えしたいと思います。私も膝の痛みで手術までしましたので、気持ちは痛いほどわかります。何をしても膝の痛みが取れない。もしかしたら膝がねじれたまま膝関節を動かしているかもしれません。今、日本人の2400万人が悩む膝の痛み。それを放っておくと将来的に膝がねじれたまま骨や靭帯に負担がかかり、どんどん横脚が進んでいき、膝の骨の変形が起こり、最終的には変形性膝関節症まで引き起こし、動けなくなることがありますので、注意してくださいね。そこで今回は、膝のねじれを解消する、膝から足首までの眠ったまま働いていない筋肉のセルフケアを行い、膝の痛み全体の悩みを解消していきましょう。以前に膝内側の痛みを解消するセルフケアもあり、合わせてするのもおすすめですので、概要欄にリンクを貼っておきますね。膝のねじれが長引くと、膝下の横脚になってしまい、それにつながる股下の膝から股関節までも横脚になってきてしまいます。そして変形性膝関節症になったり、最終的に歩けなくなってしまい、手術まで引き起こすのが特徴になります。私も動けなくなり手術しました。皆さんよく膝がねじれて痛いからってこうやって膝を伸ばして太ももを鍛えたり、痛いところを揉んだりしていないでしょうね。これほんま飽きません。そして危険です。痛いとこを伸ばしたりとか揉んだりとか、あとは矯正施術を受けているかもしれません。でも実際には症状戻っていませんか？膝の痛みやねじれを解消するには、膝自体にアプローチする前に必ずアプローチしてほしい膝から足首の膝下の筋肉があります。では早速解消するセルフケアをしていきましょう。めちゃめちゃ簡単です。今からアプローチする膝下の膝から足首までの筋肉は腓骨筋です。そこをセルフケアしていきます。これ座ったままでもできるのでめちゃめちゃ簡単です。座って膝を肩幅に持ってきます。次にかかとをつけたまま足の指をこのように外にずらします。そしてその位置のまま足の指をこのように床の方にグッと押し付けます。そうするとここのすねの横っ側のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回。ではいきます。グッと床を押します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。楽にして、もう一回グッと押します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストいきます。グッと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。では、反対もいきます。まず、膝をこのように肩幅に持ってきます。そして、かかとの位置を動かさないで、足の指をこのように外にグッと開きます。その状態のまま、足の指を床でぐっと押さえつけます。そうするとすねの横のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回。ではいきます。ぐっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回いきます。ぐっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストいきましょう。ぐっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。
1日片足3回。たった30秒。めちゃめちゃ簡単じゃないですか。私自身も膝の手術をしてますので、動き出しで膝が痛い時や違和感を感じた時は、毎回これでリセットしています。なので皆さんもぜひ実践してみてくださいね。膝のねじれと痛み解消の仕組みは、これをすることによって、膝下のすねの外側から足首をまたいで、小指側につく筋肉、腓骨筋が働きます。そして膝下を支える腓骨筋が働きますので、膝下の脛骨という骨のねじれが解消していきます。つながっている太ももの骨のよじれも解消していきますので、膝の痛みが解消するっていう仕組みなんですね。このセルフケアは膝下の支える筋肉がしっかり働きますので、足首痩せ、足首捻挫の予防や足裏の痛みにまでおすすめなんですね。結果、膝の関節も正常に働くので、膝の骨や靭帯にかかる負担が軽減するので、将来変形性膝関節症になるのも回避でき、それで歩けなくなったり手術するリスクも減るので、生き生きとした生活が手に入ります。無理のない範囲で、ぜひ実践してみてくださいね。腓骨筋のセルフケアのポイントは3つ。1つでも外すと狙っているところも外してしまい、解消していかないので気をつけてくださいね。1つ目、肩幅に膝の位置を持ってき、膝を90度よりか少し前に伸ばします。これが1つ目のポイントです。2つ目のポイントは、かかとをつけてその場所から動かさない。そして足の指をこのような形で外にすります。これが2つ目のポイントです。3つ目のポイントは、足の指だけで押さない。この足の親指の膨らみのとこですね。ここの部分で押します。それが3つ目です。それを踏まえて片足をもう1回やります。肩幅に膝を持ってきます。そして膝は90度以下伸ばします。かかとをしっかりつけて位置を動かさない。その状態のまま足の指を外に向けます。そして足を床の方にグッと押さえつけるときは、足の親指の膨らみのところでグッと押します。そうすると、よりここのすねの外側の腓骨筋が入ってきますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。10秒だけやりましょう。やった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。さっきよりもっと効きやすくなってないですか？これをすると足首の柔軟性がめちゃめちゃ上がります。そしてジャンプ力まで上がっちゃいます。以上の3点を気をつけてセルフケアを行っていきましょう。毎日たった片足30秒。これが健康への秘訣ですからね。ここまで見てくれた生徒の高評価、チャンネル登録、そして応援コメントは私の最大の励みになります。これから色々な痛みに対して情報を発信していきますので、私と一緒に実践していきましょう。痛みに対する質問ややってみた感想など、ぜひコメント欄に記入してくださいね。ご視聴ありがとうございました。最後に腓骨筋のセルフケア後におすすめの足首のストレッチとともにお別れしていきましょう。まず足をこのように開きます。そしてこちら後ろの足を内股にします。そしてできるだけかかとをつけて前の膝をぐーっと曲げていきます。するとふくらはぎの内側もしっかり伸び、足首の柔軟性も上がりますので、この順番がとても重要になります。それではまた次回お会いしましょう。